人工呼吸。心臓が止まっているだけなら呼吸は関係ないんじゃないの？時々こんな質問を受けます。実は心拍再開には酸素の量が関係しているのです。血液に酸素が足りない状態や二酸化炭素が多すぎる状態にあると心拍再開の可能性を低下させるのです。そのため CPR 中には気道を確保して人工呼吸を行うことが必須というわけです。動物の体勢。鼻をやや上の方向に向けます。歩きながらいい匂いを嗅いでいる姿に似ていますよね。首と鼻先が一直線になるぐらいです。注意、鼻先が下を向かない。この状態だと鼻腔が閉じてしまい人工呼吸をしても酸素が通りません。救助者のポイント。正しい姿勢になってから息を吹き込みます。吹き込む時には口をこのように閉じ、横に体を倒して鼻孔から息を吹き込みます。この時、口はしっかりと閉じ、鼻孔全体を覆うようにくわえましょう。注意、鼻孔を塞がない。自分の口に持ってこない。呼吸は長く吹き込まず1秒かけて吹き込みます。回数は2回です。2回目を吹き込む時にはくわえたままではなく、一度口を離しましょう。吹く強さは胸郭が普通に膨らむ程度です。大きく膨らむほどやってはいけません。うまく吹き込めなかった場合であっても、胸部圧迫の中断時間が長くなってしまうので、1回にカウントしてください。感染症には気をつけましょう。舌を引っ張り出しての気道確保はリカバーガイドラインにはありません。もしうまく入らないときは考慮しても良いですが、舌を引っ張り出すことで口から空気が漏れること、ぬるぬるしている舌を出す作業に時間がかかることで胸部圧迫の時間のロスにつながります。口腔内に舌があったとしても、鼻先をやや上に向けて鼻から息を吹き込むことで肺に呼気が届きます。胸部圧迫を30回行い、その後すぐ人工呼吸を2回、そしてまた胸部圧迫。これを継続するのが一連のサイクルです。このサイクルの間を切らすことなく、連続して2分間中断せず行い続けます。この最初の2分が重要です。特に他の助けを呼ぶためなどの理由では中断しないでください。胸部圧迫の手を止めることなく助けを呼ぶことが重要です。助けに必要となるのが動物病院までの搬送手段の確保と動物病院の確保です。搬送手段の確保は自家用車やタクシーになるでしょう。タクシーはペットの乗車が可能かどうか事前に確認しておく必要があります。動物病院の確保はカルテ番号と心肺停止の状態であることを明確に伝えましょう。見本の動画にあったように、家族に動物病院とタクシーをお願いしただけで状況をすぐに理解して行動ができるよう、事前に話し合いの時間を設けるといいですね。どうしても一人で BLS を実施し動物病院に搬送する際は、スマートフォンのスピーカー機能を利用し動物病院とタクシーの手配をすることをお勧めします。ご自身での車の運転はやめましょう。気が動転しているので事故の元となります。救助者が複数いる場合は2分間のサイクルごとに交代します。その場合もできるだけ途切れないように気をつけてスムーズに交代する必要があります。しかし途切れないようにと言っても、胸部圧迫と同時に人工呼吸をしてはいけませんので注意してください。ブーちゃんブーちゃん。
さて、ここからはペット BLS を行う際のその他のポイントに関するちょっとしたクイズを出します。一緒に考えながら学んでいきましょう。では第1問。ペットが横断歩道上で倒れてしまった。1、歩道に移動させる。2、その場で即座に始める。正解は1の歩道に移動させるです。BLS は安全な場所で行うようにしましょう。第2問。ペットに AED は1、使用してよい。2、使用しない。正解は2、使用しないです。第3問。ペットに BLS を行い、かかりつけの獣医と連絡も取れた後は1、見守って待つ。2、獣医へ引き継ぐまで繰り返す。正解は2の引き継ぐまで繰り返すです。熱中症など自身の体調不良には十分気をつけながら ALS 二次救命処置に引き継ぐまで繰り返し行います。疲労軽減のためにも2分間のサイクルは守りながら複数の救助者を集め役割分担をして行いましょう。最後の問題です。第4問。ペット BLS によってもし回復したら1、動物病院へ行き獣医師の診察を受ける。2、急いで自宅へ戻り安静に過ごす。正解は1の動物病院へ行き獣医師の診察を受けるです。回復しても原因がわからなければ対策を取ることができず、再発したり何らかの病気などを発見できない可能性があります。必ず動物病院へ行き獣医師に状況などを説明して診察を受けましょう。以上でクイズは終わりです。安全な場所で正しい方法で獣医師や動物病院へ引き継ぐまでしっかりと CPR を行うようにしましょう。ここでは技術の習得ではなく、ペットの飼い主であるあなた自身の大切な役割についてお話しします。愛するペットが突然倒れるなど、もしもの事態が起きたとき、やっぱり慌ててしまうのが人間の心理です。複数の人がいる場合などであれば、なおさらパニックが起きかねません。この時に一番必要なのはリーダーの存在です。パニックになっている人、不安になっている人がいても、あなた自身がリーダーとなり、まず落ち着いてください。周りと一緒にあなたまでパニックになってしまったり、自分でいいのかなと不安になってしまったりするかもしれません。しかし、リーダーはその場にいるあなたしかいないのです。人の医療でも同じで、誰がその場のリーダーでも構いません。いち早く BLS を行えれば、それこそがベストです。この言葉を聞いて少しプレッシャーに感じる人もいるかもしれませんが、愛するペットの命がかかっています。そしてそのペットを救うためにあなたは今このペット BLS 検定を受講しているはずです。ペット BLS 検定の動画でしっかりと知識と技術を身につけ、自分でトレーニングを欠かさず行っていれば、ペットが倒れた時に正しい行動をする力は身についています。その力を生かすために自分を信じてまずは落ち着きましょう。ではリーダーとしてやるべきことは何なのか。重要なのは他の人たちへの役割分担です。多くの人は自分が何をすればいいかわからないと慌ててしまいます。その場にいる人たちに役割を与えてあげましょう。主な役割は胸部圧迫、人工呼吸、時間の計測、動物病院への電話です。これをその場にいる人数に合わせて、また交代なども行いながら進めます。たった一人でも冷静な人、頼れる人がいるだけでその場の空気は大きく変わります。内心はあなたももちろん不安な気持ちがあるでしょう。でもペットの命を救うこと、
それを最優先に考えればきっと落ち着けるはずです。そのためにもペット BLS はこのどこでも学べる動画とトレーニング機材を用意しました。これらを活用してできる限り実践に近い状況を想定したトレーニングを日々行うことが重要です。愛するペットのためにペット BLS 検定を学ぼうという第一歩を踏み出せたあなたなら、きっと緊急事態になってもリーダーシップを発揮できます。自分を信じてペットの命を救うために行動しましょう。